皆さんこんにちは、かおです。今インチョン空港に来ています。これから大好きな香港に遊びに行きます。今回は香港もなんですが、ちょっとマカオ中心で楽しんでみたいと思っています。じゃあ行ってきます。香港に来たら何はなくともエビワンタン麺。今回はいつもの汁麺ではなく混ぜ麺を食べてみる。昔ながらの製法で作るこだわりの無添加自家製麺の店。いろんな麺があるけれど、これが看板メニュー。エビワンタン混ぜ麺。ご飯時じゃないのにお客さんでにぎわっている。茹で上げた自家製麺の上にかかっているのはエビの卵を乾燥させたもの。そして大粒のエビワンタンが5個。まずはワンタン。薄い滑らかな皮の中にエビがぎっしり。オイスターソースとエビの卵をまぶした自家製麺。エビの濃厚な風味とさりげなく旨味を添えるオイスターソース。麺は確かに今まで食べた香港麺より滑らかでゴワゴワしていなくて、乾水の匂いもない。麺はかなり量がある。汁麺もあるけれど、自慢の麺をより味わえる混ぜ麺がこのお店のおすすめだそう。添えられたこのソースは味変用。少しの甘みと濃厚さを添えてくれるけど、私はソースを足さずにエビと麺の風味をシンプルに味わうのが好きだ。いつも食べる汁麺とはまた違う味わいがある。夕方に山盛りの麺を食べたから変な時間に小腹が空いた。いつもの一番好きなスープのエビワンタン麺を食べようと思ったけど、隣の店のプリンを食べてみたくなった。プリン専用の厨房があるほどプリンが看板メニューのお店。朝早くから夜まで大にぎわい。ミルクプリンの冷たいのを注文した。ミルクプリンは牛乳と卵白と砂糖で作るシンプルな昔ながらのプリン。牛乳の優しい味が生きていて、ふるふるとろとろの固まり具合もいい。じんわりと控えめな甘さで、ほっと癒されるような味。とても素朴なんだけど、だからこそ時々ふと食べたくなりそうなプリンだ。それにしても半端ない相席。私と見ず知らずのカップル一組、そしておじさんが小さなテーブルを一緒に囲んでプリンを口に運ぶ。なんともシュールな大人のおやつの時間。宿泊は香港のカオス感が感じられる雑居ビルの中の小さなゲストハウス。香港1日目が終わりました。今回は洋間店にある古いビルのちっちゃいゲストハウスの部屋に泊まっています。本当狭いのでおすすめはしないんですけれども、でも清潔でちょっとこうして夜になるとなんかいい雰囲気にもなるので気に入ってきました。いただきます。今日はもう部屋でビールを飲んで寝て、明日の朝早くからヤムチャを食べに行こうと思います。2日目の早朝、朝6時から開いているヤムチャ屋さんに一番乗りしたくて早起きした。
山の村で古くから続いているヤムチャ屋さんに行く。電車とバスで行けるけど、まだ始発が出ていないので、タクシーで向かうことにした。田舎の方で有名なヤムチャ屋さんに来ました。すごい人気店みたいで、早いうちに来た方がいいと聞いたので、開店前に来ました。暗すぎて私の顔も今映りません。雨もめっちゃ降ってますが、一番乗りで行けそうです。一番乗りじゃなかった。店にはすでに村のおじいちゃんたちが集まり始めている。床が滑るので、すり足で歩くべし。今ではほとんど見られなくなった鳥かごを持ったおじいちゃんたちが集まり、鳥の美しい鳴き声を楽しむ。そんな光景がまだここには残っている。ここはすべてセルフサービス。まずはお茶を入れる。花のお茶やウーロン茶、プーアル茶がある。水仙というウーロン茶にした。食器も準備する。一通り揃えて、お湯で洗う。見ていると、お気に入りのお茶を持参している人も多い。ところで、開店が6時、今6時半なのに、点心が一つも出てこない。なのにみんな、ゆったりとお茶を飲みながら待っている。これがヤムチャタイムなのか。ヤムチャを真に楽しむには、時間と心の余裕が必要だ。少しずつ点心が出てき始めた。セルフサービスなので、みんな覗きに来ては、お目当てのものがあれば自分で持っていく。いつ何が出てくるかわからないので、とりあえず出てきたスペアリブ蒸しご飯をいただく。前から食べてみたかったのでちょうどいい。パラッとしたジャスミンライスの上に素材を乗せて蒸したご飯。これは小さく切ったスペアリブと、その上にちりめんじゃこのような小魚が乗っている。ご飯のいい香りとスペアリブの風味がふわりと鼻に抜ける。蒸したスペアリブはシンプルな味だけど柔らかくて旨味が濃い。じゃこもいい食感と塩気を添えていて、不思議とよく合う。いろんな種類の点心を作り出す厨房。朝ヤムチャをたった2人で作っているとは驚いた。あんまり厨房をじっと覗いていたので招き入れてくれた。ヤムチャには欠かせない蝶粉を作るところを見せてくれた。
米粉やでんぷんを溶いた生地を薄く伸ばして蒸す。蒸し上がった生地に具を入れて巻く。これは具のない蝶粉。とても柔らかいので扱うのが難しそうだ。具の種類はエビ、チャーシュー、牛肉。チャーシュー、老肉。この出来たて蝶粉をいただこう。何をかければいいかわからないので、村のおじいちゃんに教えてもらった。この醤油をかけるらしい。醤油は思ったより薄味なので、たっぷりかけて大丈夫。それからアクセントをつける辛味噌、ピーナッツだれ、醤油ペースト。チャーシュー入りの蝶粉。出来たてでプルプルに柔らかい。中身は少し甘めのチャーシューと中華ソーセージの味もする。醤油の味は本当に控えめで、こんなにかけたのにちゃんと米の味が生きている。ペーストを少しつけて味変もいいけど、やっぱりこのままが一番おいしい。口の中がプニプニでいっぱいになる。もつの煮込みや豚足もある。出たエビ餃子。私の一番好きな点心。でんぷんで作った透明感のあるもっちりした皮の中にエビのあんが詰まった蒸し餃子。この店はあんにしっかり味がついてる。点心の味は全体的に昔ながらの素朴な味という印象だけど、ヤムチャというものがゆったりと流れる時間やその空間までも味わうものだと考えれば、これほどのヤムチャ屋さんはないんじゃないかと思う。めちゃ良かった。最高だった。すごいきり。あそこがバス停で、バス停から少し下ってこの階段を降りていくと下の方にあります。帰りはバスと電車で、市内までだいたい1時間ほど。かつて真窟と呼ばれていた九龍城が取り壊されてすでに30年。今その場所はきれいな公園になり、ショッピングモールがあったり、美味しいお店が集まるエリアになっている。美味しい香港スイーツを食べたくて人気のお店に来た。食べてみたかったマンゴークレープ。薄いクレープ生地の中に新鮮なマンゴーとたっぷりの生クリーム。どう転んでも美味しくならないはずがない組み合わせ。薄くて滑らかな皮。生クリームにマンゴーの果汁がじゅわりと染み出す。食感も軽くて
一瞬でペロリと食べてしまった。それから黒ごまのお汁粉、つやつやと黒光りしてすごく濃厚。とろりとしたペーストと一緒に黒ごまの風味がゆっくり広がっていく。甘みはその数秒後にじんわり感じられるくらい控えめ。本当は白いけどペーストをかぶって黒光りする団子。ふわっふわやん。お団子だけど少し弾力のあるマシュマロを食べているみたいな食感。中にはほんのり甘いすりごまあんが入ってる。ごまのコクと控えめな甘さが後を引いて本当に美味しい。お腹にたまりそうなのに余裕で完食。ブーゲンビリアの咲く道を歩いて通りかかったお店。かわいい香港食器がリーズナブルなものからアンティークまでいろいろ揃ってる。こちらは古いものだそう。お皿もなかなかの品揃え。日常生活に香港の空気を持ち帰るのにちょうどいい。古い工業ビル。この中にあるお店を訪ねる。お店を口実にこのビルに入れるのがまず楽しい。すごいエレベーター。手で閉めるらしい。ボタンを押したけど動かない。どうやら外側のドアも手で閉めるみたい。動いた。9階にあるアンティークショップ。想像していたより広い空間で驚いた。香港の昔の雑貨が所狭しと並んでいる。状態もきれいで一つ一つ大切に扱っているのがわかる。ふと視線を上げると、このたくさんの雑貨が本当に美しく配置されて、映画の世界のような不思議な調和を生み出しているのに気づいて見とれてしまった。香港の春はノースリーブでも大丈夫なくらい気温が高くて、喉が渇いたので香港式喫茶店に入った。ビルは改装中だけどお店は営業中。ハム卵サンドと冷たいミルクティー。すっきりした味のミルクティーが喉をひんやりと潤してくれる。バターを塗った食パンに卵焼きとハムを挟んだシンプルなサンドイッチ。60年続く喫茶店。店内はそのまま映画セットになりそうなくらい趣がある。食べ物が特別おいしいわけではないし、店内にも物が多くて
素晴らしい空間が生かされていないのが残念だけど、窓際、入り口から2つ目の席だけ圧倒的なビジュアル力を持っている。私は美味しいものも食べたいけど、こういう場所に出会うために香港まで来ている。どんどん少なくなっている昔ながらの喫茶店、ずっと残っていてほしい。晩ご飯を食べに行く。香港に多い潮州料理の店。広東省潮州市や諏訪東市を中心に発展した潮州料理は、乾物や魚醤、魚介類を多く使い、素材のうまみを生かし、あっさりした味付けが特徴で、日本人の口にも合う料理。这个好扁 ，OK。然后还有有什么其他的那个潮州特色的，不是炸的邊就麥條件呢個我哋出名，啊芥末麥條件。那要这个，好啊，謝謝。谢谢。潮州料理をよく知らないのでおすすめしてもらった料理、潮州式イカの刺身。ごま油の香りがすごくいい。そしてイカが新鮮で茹で具合も完璧。弾力は残しつつとても柔らかい。中に甘酸っぱくて生姜の効いたお漬物が入っているのも面白い。刺身と一緒に食べてもいい組み合わせ。このゲソも柔らかくてコリコリ感も残っている。牡蠣のかき揚げ。100% 牡蠣ばかりに衣をつけて揚げてある。牡蠣が小粒ながらすごく濃い味わい。海のミルクどころか海のクリームみたいだ。その牡蠣が贅沢に入っていて、衣にはパクチーが混ざっている。魚醤を使っているのか、うまみと塩気のあるさっぱりソースをつけて、サクッと揚がった衣を噛むとかすかに香るパクチーが気に入った。かき揚げもイカ刺しもシンプルなだけに素材の質と生かし方が問われるけれど、どちらも美味しくて満足。他の料理もいろいろ食べてみたくなるお店だった。今日はマカオに向かう日。宿の近くの天狗様に挨拶して、フェリーの時間までカフェで過ごす。今私が知る限り香港で一番好きなカフェ。何店舗かあるけれど、どこも古いビルをうまく生かした空間と、香港のアンティーク食器を使ってコーヒーを出してくれるのが好き。今回も楽しい香港滞在だった。香港より緩やかに発展しているマカオには、さらにノスタルジックな風景があるらしい。香港からマカオはフェリーで1時間。料金は4000円だけど、8月末まで海外旅行客はなんと無料で乗れる。では次回、マカオ動画でお会いしましょう。東西香港。